どうもこんにちは、くまです。37歳2児の父。平日は本気で働き、週末はとことん楽しむ週末 Vlog。今回のテーマは、会社でもらったメダカをきっかけに以前から気になっていたビオトープに挑戦します。ビオトープとはメダカ、水草、石、流木、虫などが自然のバランスで共存できる小さな生態系のことらしいです。今回の構想は鉢にポンプを設置して水を循環させて水耕栽培の植物の鉢をフィルター代わりに使うというアイデアです。目標はおしゃれなビオトープを作ってそれを眺めながらお酒を飲むこと。それでは張り切っていきましょう。まず100均のトレイを使うというアイデアは妻から NG が出ました。せっかくなら陶器の鉢がいいということで向かったのは愛知県常滑市のセラモール。セラモールは焼き物の専門店街でいろんな種類の鉢がずらっと並んでいます。しかも安い。種類も豊富で地元のホームセンターとは比較になりませんでした。種類もいろいろあって価格もピンキリ。選択肢が多すぎて決められず、その日は一旦帰宅しました。ところが翌日、朝食中に親戚からもう使ってない鉢があるよとの連絡が。見に行ってみたらめちゃめちゃ雰囲気のある鉢、ありがたくいただいて千葉まで持ち帰ってきました。メダカはゴールデンウィーク前にいただいたので、とりあえず家にあったプラケースで仮飼育をスタートしています。まずは鉢に残っていたコーキングを除去しています。コーキングじゃなくてなんか硬くなったのもついたんですけど、これなんだろう。ニッパーで叩き割ってやりました。そしてこのきれいにした穴にポンプのホースを通していきます。ポンプの径に合わせてホースを買ってきたんですけど、結構ギリギリの大きさでした。鉢の穴を拡張することも考えたんですけど、割れたら怖いんでそれはやめました。ギリギリでしたが無事に設置できました。かなり角度が急になっていますね。本当にこれって水ちゃんと出るのかな。大きい鉢には制御、小さい鉢には張り子を育てる予定。メルカリで買った流木をレイアウトして、これが意外に難しい。でもめちゃくちゃ楽しいです。ああでもね、こうでもねえと言ってやりながら、最初の方が良かったなと思って戻そうとしたら戻せないんです。石はホームセンターのガーデニングコーナーで調達。なんていう石か忘れたんですけど、濡れたらすごく綺麗な色になりました。やっぱ表情がある石はいいですね。木の板には水耕栽培の植物プラスフィルターをセット予定です。プランターの加工にはトマトの水耕栽培の経験が若干役に立ちました。プランターにステップアップドリルで穴を開けて塩ビ管を通してコーキングで防水処理をしております。本当は流木の中にホースを通したかったんですけど、今回は断念。鉢の底に100均のろ過フィルターを入れております。完成したのがこちら。水の流れもゆったりしていてイメージ通り雰囲気もバッチリです。一応漏水してないかの確認のため翌日に生態を入れました。メダカをいただいた方に水草を入れるとタニシが大量発生することあるからあんまりおすすめできないなって言われてたんですけど、やっぱり入れちゃいました。かなり雰囲気がいい。これを求めてたんです。メダカと一緒にいただいたタニシです。鉢をきれいにしてくれます。ちなみにフラッと立ち寄ったお店で真っ黒なメダカを見かけて一目惚れでお迎えしました。猫もメダカも黒が好きです。立ち上げから約2週間メダカもタニシも元気です。産卵床も見よう見まねで設置していて、産卵は結構してくれてるんですが、羽化したのはまだ1匹だけ。なかなか難しいですね。こっちはベビールームです。まだちっちゃい張り子が1匹だけ。あとエビも入れました。この子たちメダカと違ってかなり人見知りですよね。表に出てきてくれません。だいぶ理想に近い形で仕上がりました。鉢代がかからなかったのでかなりリーズナブルな金額で出来上がりました。この水草と流木のこの角度めちゃめちゃ好きです。やっぱ近くで見るとメダカ小さいですけど、引きで見た時の群れで泳いでる姿とかやっぱ綺麗ですよね。水耕栽培の植物については若干葉の色が怪しいんで、ちょっとこれは改善しないとなと思ってます。あとなんとなく水というか際鉢とかに藻がついてる気がするんでエビを入れたんですけど、どんだけこれで改善するかっていうのも今後観察していきたいと思います。初めてにしてはなかなかの出来かなって思います。本人的には100点満点です。最近は風呂上がりにメダカを見ながら一杯やってます。もう最高です。
さて週末が終わってまたいつもの日常へ今日も現場に向かっています。仕事もメダカも過ごしやすい環境が大事。それじゃあ今日も一日ご安全に。